皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回はですね、将棋を大勢指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がね、角換わり腰銀に進みました。そちらの方ね、ゆっくり解説していきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。早速対局の方解説していきたいと思います。本局私が後手番でしたね。相手の方が先手で7六歩、3四歩、9六歩とね、ちょっとこのね変則的な、ちょっと居飛車振り飛車どちらもさせますよという予定ですね。で私の方が8四歩、7八金、これでね居飛車の将棋になりました。8五歩で2六歩、3二金と、ここでね、2五歩と突けば、横歩取りのようなね相掛かりあるいは横歩取りといった戦型が予想できたんですけどね、ここで8八角成、2二角成と。角交換しまして、ここからね角交換の将棋になりましたね。同銀と。でこれね先手の方から角を交換しましたので、先後がねここで入れ替わったような、要するに先手番でいってその角換わりということは、先後が入れ替わったということになります。ただね、形勢自体はどちらともここも当然ながら互角の将棋ですね。で8八銀、3三銀、7七銀、ここからはね駒組みですね。6二銀、3八銀で9四歩とね、端を受けました。そして、3六歩と。で角換わりの将棋はね、この右銀がねこう27から26と上がると棒銀戦法ですし、37から46と上がると早繰り銀、本局に見られる4七銀5七銀と上がると腰掛け銀ということでね、この右銀をどこに使うかっていうのがねポイントの一つですね。私の方も同じですね。それによって組み合わせがね棒銀対早繰り銀だったり、棒銀対腰掛け銀だったり、早繰り銀だったり腰掛け銀だったりでねパターンがいろいろあります。本局の場合は私はね6四歩と、こう腰掛け銀を目指しました。で相手の方もねこれ銀を立つとね早繰り銀ですが、4六歩とついたことで相腰掛け銀というね形にね進みました。で4六三銀、4七銀と7四歩、こうね銀の形が決まりますとね、また駒組みがね一定して続きます。5二金、3七桂、4二玉、そして2九飛車とね、この手がね近年角換わり戦でね流行している形ですね。私の方の形の方がどちらかというと旧式ですね。金を5二に上がる形が旧式で、最新の形ですとねこう2九に引いて、7三桂とね後手が指した手に対して4八金とねこう飛車と金の組み合わせ、これがね最新の形ですね。こうね飛車をね下段に引けるっていうのがメリットでして、この後ねちょっと解説するんですが、この金をね4八に上がっておかないとこの下段飛車ってちょっと危険な意味があるんですね。で5四銀と私の方が出まして、7九玉に4四歩とね、私はじっくりこう駒組みを進めております。で5六銀、そうですね、この時にですねもし金がここにいるとね、王様硬くて良さそうなんですが、3八角とね打たれる傷があるんですよね。飛車を引いた時にですね、こう飛車を浮くと、寄ればここにペタッと並べてね、次にこういじめられてしまいますし、浮いてもね4九に角を成られると、飛車と金の関係性ゆえにねこう次に3九馬からまたいじめられてしまうので、この辺りね2九飛車と引くためには4八金の形を作らないといけないのがポイントですね。ゆえに私の方が飛車がね引きにくいということですね。7二に角を打たれますんでね。で、4八金の形に対して5六に対してですね、私は3一玉とね玉を囲いました。で1六歩に1四歩と、で6六歩と。この金と飛車の形のメリットをね、いくつかあるんですけど、そのうちの一つがね、桂馬を飛びやすいっていうのがありますね。こう桂馬をジャンプした後に、もちろん銀がどっか逃げた後にね、ここら辺がね結構手厚いんですよね。こう飛車がこういう形ですと、ここの空いたスペースにねこう角打ち込まれるっていうのは、ね、どうしても泣きどころとしてあるんですよね。ですのでこう桂馬をジャンプした後に角をね打ち込むスペースがないっていうのはね、もちろん桂馬をこちらに飛んでも同じですね。こう攻めていったりした時にここの辺りがね非常に硬いよと、角打ち込まれないよっていうのが、その2九飛車4八金型のねメリットの一つですね。デメリットとしましてはやはりこう金が王様から1路離れてますから、玉からね離れているというのがどうしてもデメリットとしてありますね。で、本局ここで私が6二飛車とね回って、攻めていきました。これで対局編の時のにも言ったんですけども、金がこちら側にずれてることによって6筋がね、
金が5八にはもちろん、1枚分違うわけですから、薄みをついて飛車を回ってね、6五から攻めようという狙いですね。でここで4五歩と攻めてきましたね。これですごくねいい判断の良い手だと思いますね。この4八金2九飛車型っていうのは先ほども言ったようにどちらかというと攻め重視の形ですので、特に角換わり腰銀の将棋っていうのは攻め合いになると言ったんですけれども、この形のままね受けに回るっていうのはあんまりね方針としてねあべこべというかね攻撃重視の形で一方的にね攻められてしまうと金がね一応寄ってる薄みをね咎められてしまうので、ここは一手早くね4五歩と攻めるというのは好判断かなと思います。4五歩に対して私は同歩と取りました。これ単に攻める手もあるところですね。この辺ね判断難しいですね。私の方もこれね全部を受け止めるってなかなか難しいんですね。角が手持ちにもすでに乗ってるんで、これ銀と桂の攻めだけに一見見えるんですけど、角がね持ってますから角銀桂の攻めですからね。で私は同歩と取りました。で1五歩同歩とね、この辺のね突き捨てもね角換わりならではですね。別にこれ香車はね8を攻めるというよりはいつでも1五香とね走って一歩補充できるようにしたということですね。なかなかこれ1六歩1七歩ないとね破っていく展開になかなかならないですから、突き捨てても損になるということが少ないんですよね。むしろどこかで駒歩がなくなった時に香車ポンとね走れるようなメリットの方が多いかなということですね。で3五歩と。ここは難しいですね。受けに回ると4四銀というのはこれで3五歩が手筋でして、同歩ですとこれを突き捨ててからね攻めていくと桂馬がどちらでもいいんですけどね2五でも4五で飛んでった後にここの歩をね突き捨てておくことで3三歩とね打てるんですね。これはねぜひ覚えていただきたい手筋です。桂馬がね、飛んでしまってから3五歩と突くより桂馬を飛んでから例えばですねこうやってもね、これも部分的にはある手なんですけれども、取り込んだ時に成り取りにもならない感じがあるんですよね。むしろ歩を突いてね取ったしてから飛べば、歩を打てるようになりますし、状況に応じて桂馬を飛ぶ手じゃなくて歩を取り込むと銀取りになるっていうねメリットがあるので、この3五歩はぜひ覚えていただきたいところですね。で私の方の方針としてもここはいくつかありまして、もちろん同歩と堂々と取って受けに回る方が一つと、あとね4四銀と上がってこう受ける回るのが一つですね。もう一つは本局に見られるようにもう6五歩と攻め合いを挑むと。そうですね、これも私はもう飛車回ってねこれで受けに回るのは悔しいんでちょっと、攻め合いを目指しました。で、同歩と取ります。これもね先手も難しいですよね。桂馬を飛ぶと銀を上がって、この桂馬がね一応銀2枚で3四歩と取り込むと銀で桂馬取られる格好なんでね、でもこれもあったと思いますね。一例としてはこれで例えば銀が取ってきても取った時に、一瞬これね、後手の桂馬1枚得なんですが、先手の番なので5五角と打つと桂香ね両取りで打てるので、これもあったかなという感じですね。こうなれば先手もね戦えるので、判断がね難しいところなんですね。どこまで相手のね攻めをいわゆる俗に面倒を見るかということですよね。本局はそうですね、これからこちらですね。ここの6五歩に対して同歩と取ったんですね。で私は同銀と取ったんですね。で、3四歩と。いやでもこのね3四歩は後期の取り込みかなと思いますね。この手が効くのは先ほども言ったんですけど、桂馬を飛ぶより、取り込む手がね効くよっていうそういう話ですね。でこの3四歩の時に、銀を取るとね、同歩ですといいんですけど、このこっち取られるのはね嫌な手なんですよね。これを取りますとね銀を取られて1枚先手が多く取れますし、銀がね例えば逃げても先に王手が先なので、これも先手が駒をね1枚得するのでね、この3四歩を私のですも手抜いて攻めれればいいんですけど、手を抜いて攻めると手駒損してしまうということで何かね対応が必要なんですよね。では4四銀とかわしました実戦は。でねこの次の手がねどうでしたかね。6五銀と取ったんですけど、4五銀と取る手の方が良かったような気もしますね。私はこうやられる方が嫌だったですね。ちょっと出てきた銀に対してプイッとねストップに行くような手なんですけど、これで同銀同桂となった方が、先手としてはさばけ形というかね、後手のこの形を重くしてるのがお分かりいただけますかね。銀がなんていうんですかね、つんのめってるような感じイメージですね。ここにいればね桂馬が取れたのに前に出てって目標物一瞬失ったような感じで、あとこの桂馬が銀にねおんぶしちゃうような格好になっちゃってるんで、これの方がね先手としては良かったかなという気がしますね。実戦は
こちらの銀これ自然な手なんですけどね、6五銀は自然な手なんですけれども、同桂と止めましてね、これちょっと安心かなと私の方もね、桂馬がさばけたので、はい。で一回歩をね飛車先に叩いていきます。これで筋ですね。ちょっとこう飛車金の連結がいいので、ちょっと形をこう悪くしてで銀をかわしました。でここからのね指し方をねぜひ皆さんにね本局の一番のポイントですね。ここからの指し方がね、こう角銀が乗っかった状態でねどうするかなんですけれども、8六歩とねここがねもう急所中の急所なんですよね。この対局中見たんですけど、これねこう銀を打つ手がもう常に潜在的にあるんですね。こうね手がで同金に角打つような手が狙いあるんですけど、ここでなんかこちら側で攻めてっても王様が何かあった時にこうポンとね入ると逃げ込まれてしまうとね結構先が長くなるというかね嫌な形なんですよね。ですので8六とつきまして、これこのままほっといて歩なって同金でこういうところにね銀が打てれば、こっちに打つよりやはりこっちに直接的に打った方がもちろんいいですから、できればこうなればいいですし、本局は8六歩に対して、同歩とねこれちょっと当然ながら至極当然な対応なんですけれども、同歩に対して8七歩とね、これねよく解説プロの将棋の解説とかで味付けなんてね、豊川先生とかね味付けのりなんて言いますけど、こう味をつけておいて、こうねなんていうんですかね、準備工作なわけですね。こう準備ボクシングのジャブみたいな感じですかね、ジャブみたいな感じでこう準備をしておいて、これ同金でしたらねやはりここの地点が起きますからここを狙えると。で同金と支え取りにくい、これ同金ですとねこの状態から歩しか渡さずにこう上ずっちゃうわけですから、これは先手としても同金と取りにくいということで、6四歩とこう飛車先をね、これ飛車が逃げれば桂馬を取っちゃうってことですけど、で同飛車に6七歩と、これでもね辛抱強い手ですよね。ここの地点が先ほどからね常に取ったら打ち込むよって言われてたんで、こうスペースを消してねもうじっくりした受け手なんですけれども、ここでねこう準備をしておいたからこう銀を打つのがね自分で言うのなんですけどいい組み立てになりましたね。ここがこう壁になってるんでよりきつくなるんですよね。壁になってるんで、はい。で同金ですと3八角と打ち込んで一瞬ねもちろんこう銀が損するんですけど、間違いなく飛車が金が取れますし、飛車を取らすわけにいかないから飛車が逃げると角をなった時に、この時にねもう一番はっきり効果が出ますかね。この歩が入ってないければね仮にこう打っても王様逃げて先が長いような格好ですけど、こうなってればね言わずもがなですね一手詰めということで、非常に効果的なね垂らしが入ってると。ですので4七銀を取れない先手はね方は金を引いてね、これもね辛抱強い手でやはりねこちらにこう傷を抱えてるので破られてしまうと苦しいということでね、悔しい手なんですけど辛抱しました。で次の手が本局のね決め手になりましたがね、ちょっとね攻め方難しいって私もちょっと長考になったんですけど、5七桂成とねこれがねこの場合はぴったりした手になりましたね。こう金を引かして薄くなった中央に成り込んでね、これで、本局は同銀と取ったんですけれども、同銀以外の手、例えば7三角とね、飛車を狙うような手にはもう飛車をバサッと切ってしまってね、同歩にこれいろいろあるとこなんですけど、例えば6七歩と打っといてもこれねもう挟み撃ちの状況ですから、金が取れば歩を成って上がって、銀を絡めるような手でね、これはちょっと受けが効かないですね。飛車を打ってもまだ2二玉と逃げておけば先手玉は安全です。ですので、この角がね空を切っちゃうんでね、当然というかね角を打っても飛車が逃げてくれればいいんですけどね、逃げてくれないということで、ここでね同銀と先手の方は落ちたんですけれども、ここでね8八角と打ってね、これ一気呵成のね角換わり交換ならではのね手順ですね。桂馬を成って飛車を直通させてこの歩の上に角を打つってね、でもうこの銀をねなんといっても打ってあるのがとっても大事です。これねもちろん打ってなければこれ金で取られちゃうんですけど、打ってないとこちらが逃げた時に広いんですけど、この一発入ってることで一気にね王様が狭いと。で実際は6八玉だったんですが、同金でしたら同歩成と取ってしまって、同玉でしたら6七飛車成とね桂馬がいなくなったことを生かして飛車を成りますと、金持ってて銀取りで、次に8七金から詰ます順と5七竜と取る手のね両にらみが受かりませんね。これも攻めが成功しています。8八歩成に対して同歩成に対して6八玉とねこう逃げても重くね7八金でベタッと打ってしまって、5九に逃げるしかない時に6七飛車成となると
これもねもう完全に先手玉が包囲されていて受けが難しい形になります。ということで実戦は8八角に対してね、取れないということで6八玉とね、これも最善の頑張りだと思うんですが9九角成と取って、これではっきり後手の攻めが成功した形に、ね、なりました。香車を取り返すことでね。はい、で、6六角と。これは何としてもね後手の強力な馬を削ろうということで託そうということだったんですけど、8九馬がねこれ気持ちのいい手ですよね。このね下段飛車ってこう効いてるのが結構メリットだったりするんですが、銀が入ってることでこうね桂馬を取りましてね、後手玉は安全ですから、ここからはね、先手の方も粘るのが大変ですねということで、2五桂とね攻め合いに行ったんですが、5五香とね、ここはいろんな手がねもう優勢ですからいろんな手があったところだと思います。5六桂と直接打っても厳しかったかなと思いますし、はい、これは角道を止めながら銀を削って、しかも歩がないですからね一番手堅い手ですね、角を止めて。はい、で5五香に対して3三銀、これは形作りですかね。もうちょっと攻める手守る手難しいので、守る手難しいんで攻める手でね、はい行きましたが、同桂と取りまして同歩成に、5七香成と取りまして、同玉ですとね5六銀打から抑えていけばいいですから、実際は同角と取ったんですが、ここでね先手玉にね即詰みが生じました。7八馬と取りまして、金銀ねあと3枚あるんですけれども、同玉に6九銀と、これが最後の決め手でしてね、王様はこちらに逃げるとね飛車を成って詰み形ですし、王様縦に逃げてもいろいろあるんですけどね、ベタッと金を打って玉を寄って、飛車を成ればまだ銀持ってますからね、これも詰み形ですね。はい、実際6九銀に同玉と取ったんですが、6七飛車成と飛び込みまして、6八香と打ったんですが、7八銀と、打ったところで相手の方の投了となりました。以下ですけどね、これは逃げる位置が5九しかありませんね。5九しかありなくて持ち回り金持ってますから6九金と打てば詰みということで、これはね即詰みですので投了もやむを得ないところかと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。角換わり腰掛け銀はね一言で言うと難しい戦型だと思います。局面全体でこうぶつかっていくようなところありますし、攻め合いというのはどうしてもねどのタイミングで攻めるのか、どのタイミングでちょっと受けないといけないのかというねタイミングが本当に難しいんですね。そういったあたりをね見ていただいて参考にしていただければね、とても嬉しく思います。この動画が良かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。